大阪大学産業科学研究所の野木正也様のご発表です。タイトルが機能材料用セルロースナノファイバーです。よろしくお願いいたします。はい、大阪大学の野木です。よろしくお願いします。終了時間が25分。はい、大阪大学の野木です。よろしくお願いします。本日は、こういう機能材料用 CNF というところで、講演のタイトルとして、お題として、夢、現実、そしてこれからということで、何を話しようかなと思っていろいろ考えたんですけど、夢、現実、そしてこれからということは、現在と過去と未来みたいな話かな、過去何話しようかな、未来何話しようかなと思って、ふと思いついたのが、これ、2007年の日本木材学会の広島で発表した講演会の、今から15年前のパワーポイント、そのまま最初に10枚、10枚、15枚ぐらいポンと入れました。でここで15年前のセルロースナノファイバーの研究を、最初に話すれば、皆さんでもし15年前ぐらいからやられている方がいたら、その頃を思い出していただければ、現在のまでの進捗が分かって、それから未来も見えるかなというふうな感じで、この発表をしたいと思います。タイトルは表面を平滑化したセルロースナノファイバー。これ2007年なんで状況を言いますと、ナタデココで透明複合材料っていうのを矢野先生が発表されて、ものすごく広まってました。で、その時はセルロースナノファイバーっていうのはもうナタデココしかないっていう状態でした。で、もうでも大学では水面下で木材からセルロースナノファイバーを作ろうっていう話が、トライアルがすでにされてまして、斉藤先生はもう2006年かな。8年かな、それぐらいにも店舗酸化ナノファイバーの論文を発表されてまして、でこの、パワポの中にも入ってくるんですけども、安倍さんも、同じ頃に、投稿中というような感じのところで、まだ世の中では木材のセルロースナノファイバーっていうのは知られてなくて、ナタデココばっかりだったんですけど、私は、安倍さんの方法を使って、木材セルロースナノファイバーを使っていろんなものづくりを最初に始めたところです。でこの写真、この意味不明な写真なんですけども、よく分かりますようにチップがありますねと。でこれチップを粉々にして、木粉にしたら、こんな感じに体積ちっちゃくなりますよねと。でこれを水の中に入れると、こんな感じになりますよねっていう話。その前にもう一個言うの忘れてました。最大、今日一番のハイライト、岩本さん、矢野先生と私は皆さんよくご存知でしょうけど、岩本さんは、一緒にここで京都大学でいろいろ研究した後、産総研行きまして、で数年前、横川バイオフロンティアっていう方に移りまして、機能性ナノセルロース素材 SCNF の提供っていうのをやられているそうです。どこまで関与、一生懸命やられているか知らないですけど、とりあえず今、岩本さんは横川バイオフロンティアで SCNF で乾燥粉末、セルロースナノファイバーの乾燥粉末っていうのを一生懸命売ろうとされているそうです。もしご興味がありましたら、横川バイオフロンティア SCNF で検索して、岩本さんにコンタクト取ってもらえればと思います。以上、昔の知り合いの PR 編おしまいです。で、ここで、戻りまして、木粉になるとこんな感じになって、水の中に入れるとこんなふうにちょっとなんか透明感のあるようなものがありますねっていうところで、この一番右の瓶は何をコンセプトに表しているかというと、セルロースナノファイバーをプラスチックに混ぜてやると透明複合ができますよっていうようなコンセプトの写真です。で、セルロースナノファイバーがなんでプラスチックに入れると透明になるかっていう、よくその頃使ってたグラフが、横軸が入れるもののフィラーの大きさで、ちっちゃくなるとどんどん透過率が上がりますよっていうところで、ナノエレメントによる透明複合剤っていうのを発表してました。で、2005年に発表したのがナタデココをプラスチック樹脂岩芯させると繊維がたっぷりあるのに透明複合ができますよっていうような話がありました。でその後、2005年ぐらいですね、パルプを、機械処理して、これはグラインダーでやってたんですけども、そうしてやるとなんとか細いものができますよ、透明性もそこそこいいですよ、でもバクテリアセルロースほどは透明な細いものはできてませんねっていうのが2005年に発表されて、2007年には、ネバードライでやるとセルロースナノファイバー、ナタデココよりも細い木材由来の幅15ナノのセルロースナノファイバーができて透明性が上がりますよって。
でこれを今現在の情報を入れると店舗酸化処理では2ナノ4ナノぐらいでもっと細いシングルセルロースナノファイバーというところまでできてますよっていうところです。でこういうふうに、セルロースナノファイバーを入れると透明になるっていう基本コンセプトの絵がこれで、こっちですね、こっちが普通に太い繊維を水の中、透明なものの中に太い繊維入れるとここで光散乱反射して不透明になるけども、入れたものがナノサイズでやると全部光が透過して透明複合ができますよっていう話です。まずそういうことでこれがなんかちょっと透明木粉にして水の中に入れてやると、これ木粉ですよね、木粉しっかり見えるんですけど、水中に入れてやるとなんとなく透明性が出るっていうのは透明複合に近い考えですねっていう話です。でじゃあこの木粉ですね、マッチ棒みたいなものをちっちゃくしてやると、当然エレメントがちっちゃくなると体積もちっちゃくなる。これは本当に当たり前のことなんですけど、密度が上がる。ここ瓶密度が上がってますよね。そうするとどうなりますかっていうのがこの当時発表しました。で、その時に作った時はワイズ法で脱リグニンしてグラインダー処理してセルロースナノファイバーの液作りまして、ろ過精膜してでウェットなフィルムケーキみたいなものができる、水を含んだものができるんで、最後の最後にオーブン乾燥してやるかフリーズドライしてやるかっていう形で乾燥方法を変えてナノファイバーのフィルムを作りましたよと。でフリーズドライっていうのはできるだけ体積収縮しないで水だけを飛ばす方法なんでふっくらと仕上がります。したがってこんな感じですね、こういうふうに真っ白いフィルムができますよと。で一方オーブンドライしてやるとこんな感じになりますよと。で密度が書いてありますように、大体倍ぐらい違う密度のものができて、で見て分かるようになんか透明感が出てきますねと。密度が高くなると透明感が出るって、なんかスカスカだと透明になるっていうようなイメージが多くあるかと思うんですけど、実際には密度が高くなると透明性が出てくる。なんででしょうという。で両方のサンプルの表面の粗さをざっと測ってみるとマイナス200から200ぐらいで、表面の凹凸っていうのはそんなに変わりはない。なのに真っ白と半透明のものがありますよと。で FESM で倍率上げてグッと見てみると、こっちはなんか何にも隙間がないんですけど、こっちはすごい隙間があると。もっと倍率上げるとこっちは隙間が山ほどあるけど、やっぱりこれはオーブン乾燥すると全然隙間がないっていうことは、表面の凹凸は一緒で中に隙間があるのが右側でないのが左側ってなると、概念図を書くとこんな感じでしょうと。表面の凹凸は同じぐらいなんで表面の光散乱は同じぐらいしますねと。である程度のものが光がこう中に入るんですけども、こっちは中に大きい空撃があるから空撃が光散乱して透過率ゼロ。こっちは、空撃がちっちゃいんで透過率がある程度の 20% ぐらいは、透過する。空撃が小さければ光は透過するでしょうというような話です。でこれ今までずっとちらほら言ってたんですけど、なんとなくすりガラスに似てますよねって。ですりガラスを透明にするにはっていう方法にすると、表面をセロハンテープ貼ったりして平らにしてやると、すりガラスは普通のクリアなガラスみたいになるっていうのがよく知られてるんで、その当時ポリスチレンのフィルムで挟んで、120度ぐらいで熱なんかさせていやとしました。そうするとできた感じ、これですね。もうどこに今さっきの半透すりガラスのフィルムがあるのかよく分かんないぐらい透明になりましたと。なんでこれはどういうことかっていうと、これがあれですね、ポリスチレンでコーティングしたもの、こっちがしてないもの。してないところは表面がザラザラしてるから乱反射してまさにすりガラスのようになるけども、こっち表面をこういうふうに平らにしてやると表面散乱がなくなって透明化になりますねって。で先ほど言ったフリーズドライの方、内部で光が散乱してんじゃないんですかっていう方も同じようにラミネートしてやると、全く変わらないと。内部に光散乱する空撃があるんで透明性は全く変わりませんよと。ちなみにこれ内部に空撃がたくさんあるんで、樹脂眼芯するとどうなるかっていうと、こんな風にちゃんと内部の空撃をなくしてやると、透明な複合材料ができますよっていう話です。で、ここまでのまとめとしたときに、透明材料をセルロースから作るには3つ方法がありますと。
一番最初は随分昔から知られてたセルロース系のポリマー、セルロースアセテートみたいなものですね。セルロースを分子差まで融解させてやると。で2005年ぐらいに発表されたナノエレメントをナノサイズにするセルロースナノコンポジット、こっちですね。プラスチックの中にちっちゃいセルロースナノファイバーがあると透明になりますよって。で2007年に空撃をナノサイズにするっていうとこんな風に透明なものができて、セルロースは透明なんじゃないんでしょうかっていうような話をしてやりました。それが今から15年ぐらい前の話です。で2009年の頃には、表面をこの後マニアックな人はよく知ってるんですけど、このすりガラスみたいなものを目の細かいトレーシングペーパーで磨いて本当に透明なものを作ったりしてたんですけど、それがこれですね。でも今現在はもう表面をトレーシングペーパーで磨くことなくセルロースナノファイバーの液を乾かすだけでこんな風に透明なものができるようになりました。なんでこっちが透明かっていうと内部に空撃がなくてこっちは内部に空撃があるからです。だからこっちに内部に空撃があるんなら、プラスチックポリマーを樹脂岩芯してやると紙も透明な複合材料になりますよっていうのはそれから10年か忘れましたけど報告もすでにされております。でこんな形で、物性値が出ましたっていうのが2009年ぐらいの話です。はい、それで唐突なんですけども今日は私の裏テーマとしてYouTube チャンネルの PR をしようっていうのがありまして、セルロースナノっていうので YouTube で検索すると出てきますんでもしよかったら見てください。今日1100人視聴してくださっているっていうんで、確か今170人ぐらい登録者数がいるんで500人ぐらいにはなってくれないかなと楽しみにしてますんでぜひお願いします。で今ここまで話したことっていうのも結構いろいろ関連する YouTube の30秒ぐらいの動画があるんでこんな感じでいろいろありますんで、もしご興味があればご覧ください。でこんな風にセルロースナノファイバーで熱膨張率が小さくて透明性が高くて耐熱性が高い材料っていうのができたっていうことでその頃から、紙の上にデバイスを作ろうっていうようなことをずっとプロジェクトでやってました。じゃあプラスチック基板の上にデバイスを作るのに比べたらどういうメリットがあるかって言いますとセルロースナノファイバーは熱膨張率がちっちゃいですよね。で多くのプラスチックに比べたらセルロースナノファイバーは耐熱性があるんで、ゴールに近いんじゃないですかね。でガラスは、割れやすいですよねとかいうようなところでこれが透明な紙がデバイスに一番近いんじゃないかっていうのを2010年ぐらいから15年ぐらいの間そのあたり研究いろいろやってました。でその時に、いろいろ発表したんですけどもそれを一覧でまとめたのがこちらなんですけども、セルロースナノファイバーシートの上にアンテナを作ってみたりとかで印刷配線を書いてみたりだとかで銀ナノワイヤーとかカーボンナノチューブを塗って、透明導電膜を作ったりとか、これは NHK さんとの共同研究なんですけども透明な紙の上にトランジスタを作ってペーパーディスプレイの元になりますよとかでこれも、共同研究なんですけど紙の太陽電池っていうのを作ったりとか記憶するペーパーメモリーを作ったりというようなことをいろいろやってました。でここまでやってきたことっていうのはもう全部あれですねデバイスを作るっていうよりもデバイスの部品を作るっていう感じで、いろいろ作れば作るほど改めて知ったのが部材を作ってもデバイスは一切動かないっていうことに気がつきまして、本当にそこは浅はかだったんですけどもこういうものを作ったらもう勝手にそれこそこれ作ったらすぐに映像が見えるのかと思ったらいろいろ部品が足りないとかいうことを言われてました。で、これが参考動画ですね。今さっきの話全部はしょりましたけどいろいろありますんでどうぞ。でそのいろいろある中で何が足りないのかっていうのをいろいろ聞いた時に一番最初に分かったのが電子回路を組まなくちゃいけませんよって。要するに今まで作ったのは部材ごとでそれを直列なり並列なりにいろいろ回路を作らないと、スイッチを入れたら動作するっていうものにはなれませんっていうのが分かりました。ここからは3年じゃあ5年ぐらい前に研究室に来た春日君っていうもうこの4月からうちの助教になる春日先生ですねもうすぐからがこの
修士ドクターでやった成果がメインになるんですけども、それで彼がこういう感じでセルロースナノペーパーの上にコルビッツ回路というものを作ってくれて、紙の無線受信スイッチ入れるとこういうふうに湿度をセンシングしてその湿度のシグナルを、飛ばしてっていうような、無線発信回路っていうのも作ってくれました。でこれはまあ後で話しますけども、こんなふうに土の中に入れると成分解性がありますよというところなんですけども、で先ほどの成果は主に2つありまして、1つは回路を作ったから無線発信ができるようになった。でもう1個は、湿度をセンシングするようになった。で湿度のセンシングっていうのは何でやってるかというと、セルロースナノファイバーナノペーパー機能薄膜ですね、湿度をセンシングする薄膜として、コンデンサーを作りました。でこちらがコンデンサーの概要になるんですけども、コンデンサーにはいろんな種類があるんですけども、積層コンデンサーというタイプになりまして、まず最初に、印刷で、銀で電極を作りますと。でその上に、セルロースナノファイバーの液を塗って乾かして、さらにその上にもう一回電極を塗ると。で、こちらでいうと黒い電極があって白いセルロースナノペーパーの機能薄膜がありまして、上に電極があるっていう形でコンデンサーになりますよと。この時点ではコンデンサーというデバイスを作るときに、回路を作るときにコンデンサーっていうのが必須部材だったので、コンデンサーを作ってもらいました。それで、でこのコンデンサー自身は、こんなふうにポリイミドペットなんかよりも、2倍ぐらい高い性能があるっていう積層コンデンサーができました。ちょっと待ってくださいね、これあるかな。それで、ここの結果っていうのはとある環境でのデータ、まあ、普通の時の静電容量の値なんですね。普通の時に値は大きい。で湿度が高くなると、雨の日とか乾いた日になるとポリイミドペットは当然ながら別に静電容量は変わらないんですね、ずっと一定で。ナノペーパーの方は高いのは高いんですけど結構動く。どっちか忘れましたけど、例えば雨の日なら100に近くなって晴れの日なら60に近くなるみたいな、えらい不安定なところで、作ってた春日先生もなんかすごく悩んでて、こんな湿度によって静電容量が変わるようなものが電子デバイスと呼んでいいんだろうかっていうのをずっと悩んでました。でもそれで彼が気づいたのは、これって湿度センシングしてんじゃないかと。コンデンサーっていうものに湿度センシングっていう機能を付与できたっていうところで、ここで湿度が変わると静電容量が変わることで湿度センシングができて、コルビッツ回路っていう作ったからで、それで無線発信ができるというような形になりました。でここでナノペーパーデバイスのいいところっていうのが、CO2 削減ができますよっていうのと、熱に強いので高性能。この熱に強いので高性能っていうのは配線を書いたりとかいろんな電子デバイスのプロセスでどうしてもアニーリングとかシンタリングのプロセスがありまして、そこでできるだけ低温にしたいという要望もあるんですけど、ぶっちゃけ高い温度の方が無機材基板の上に物を塗って加熱する方が性能が出るっていうのが明白な事実なんで、耐熱性が高いものっていうのが求められてまして、ナノペーパーはプラスチックよりかは割と熱に高いんで高性能が出ますよと。であと紙の上に電子デバイス作ったらちり紙交換という材料リサイクルっていうこともできますね。で自然にするっていうこともありますねっていう話がありますと。すいません、なんかちょっとここスライドの順番がちょっとおかしいんで話が変になりましたけど、で先ほど言いましたようにここですね、ここにコンデンサーが、ここ写真では見えないんですけど、この真ん中にナノペーパーがありまして、ナノペーパーコンデンサーがあって、ここが湿度をセンシングして、でコイルとかトランジスタとか抵抗とかいろいろそんなものがナノペーパーの上に印刷してまして、ここでセンシングして、ここら辺でごちょごちょっと難しい動きをして、無線を発信してここら辺の湿度状況を受信機に運ぶっていうことができるようになりました。でこれが、
土の中に入って、そこら辺にばらまいてゴミ箱に入らなかったとしても自然分解してくれるっていうことは、活用シーンっていうのは私たちがずっと考えてた活用シーンっていうのはもう野外です。例えばこちらは、これが一番分かりやすいかな。写真としては分かりにくいんですけど、電柱とか信号機ごとにこのペーパーの紙のできた湿度センサーを置いてやったりやると、それで雨が降ってるかどうかっていうのを交差点ごとにモニタリングできるんじゃないですかとか。であとこれは森の中に行って木の中に張って、そこの森の中で、そうですね、すごく山奥で土砂降りがあって、ここで自然災害が起きるんじゃないかっていうところもリアルタイムで高精度な、もう非常に山奥の方なんかに行くと回収とか難しいんですけども、一旦頑張って山奥まで行って張っておけば、その後特に回収する必要はないかもしれないと。でこういう野菜なんかの時の湿度管理なんかもできるんじゃないかと。野外に向けての電子デバイスの活用っていうのは、ペーパーデバイス、湿度センサーデバイスっていうのが非常に有効じゃないかということを提案してまいりました。でここまで来ると、だいぶ言いたい方がたくさんいると思うんですけども、しょっちゅう言われてた質問があります。よく言われてました。ペーパーデバイス作りたいと言った瞬間から言われてたことがこれです。紙セルロースは高吸湿性なのでペーパーデバイスは故障ショートしやすいでしょと。そんな吸湿性の高いものをデバイスでやるとデバイスはショートしちゃうよと、よく言われてました。よく言われてました。で私自身もこれ、こんな感じで、今はだいぶ防水機能もあるんですけど、皆さん電子デバイスコーヒーかけた水の中に入れて二度と動かなくなってしまったということが経験したことあると思うんですけども、私もなんか何が起きてるか全く意味が分かんなかったんですね、最初は。だって水乾くじゃんって。いや濡れたら壊れるっていう、濡れたら壊れる、そうなんか、濡れたら壊れるんなら乾かしたら洗濯物乾くじゃんと、乾かしたら故障治るでしょと思って、こんなことをしたところで、皆さんよくご存知なように乾いたって故障は治らない。で何が起きているのかっていうと、こちらで動画でいきますと、これどうやっていけんの？ここに電極を用意しておりまして、水をピャッピャッピャッと濡らしますね。でそうしてここの電極の先を観察しました。右が陽極で左が陰極かな。それでこんな感じで、これ一旦停止できるかな。できた。これこっちからこっちに伸びていくんですけど、ずっと私もそうではなくて、こっちが銅の電極なんですけど、銅の電極が水の中に入ると、ここから銅イオンが出ていく。銅イオンが出ていってこっちにガーッといって、ここにたどり着いた瞬間に銅イオンが銅の金属になるんです。でそれ濡れてる時に電気を流すとひたすらそれが動くんで、ここで積した銅がドドドドドドと長くなって左から右に伸びていくような形で、電極自体はこれ右と左が離れてるんで絶対に電気は流していけませんよっていう設計にしてあるんですけど、こんな風につながったら電気が流れるようになります。そうすると電気が流れてほしくないところに電気が流れるようになると、当然故障になってショートが起きて壊れますよと。でこのショートしたところっていうのは水が乾いたからっつったって絶対残るんですね。だから濡れたらショートして乾いてもショートしたままになるっていうのが原因になります。それでじゃあこういう濡れるとマイグレーションが発生して短絡が起きるのを今現在どうやって防止してるかっていうと、パッキンとかエポキシの樹脂とかで風刺して濡らさないようにしてます。で単純な話、この絵とこの左の上の絵と一緒なんですね。この左上の写真はスマホをジップロックに入れて乾燥剤入れて濡れないようにしてますけど、基本濡れないようにすると。それ聞いた時にびっくりして、濡れる濡れないじゃないんじゃない。だって濡れるマイグレーションが起きるショートする、故障する。この故障をしたくないんならマイグレーションさせなきゃいいのに、
いやここはしょうがないから濡らさない、濡れるマイグレーションする故障する、だから濡れないマイグレーションしない故障しない、濡れたらマイグレーションしちゃう、だから故障しちゃうっていうようなのが今の現状なんですね。だからずぶ濡れになっても安心という技術がないというのが現状です。で今ポリマーでとかファッキンで風刺したら故障しませんよって言ったんですけど、セルロースナノファイバーを塗ってやると、ポリマーの代わりに電極にセルロースナノファイバーを塗ってやると、たとえずぶ濡れになったとしても短絡しないという機能膜になります。でここからなんですけど、これでまず、電極がありまして、まず最初にセルロースナノファイバーの液を垂らします。液を、これ動いてるのかな、動け、これですね、これでセルロースナノファイバーの液を塗って乾かします。これはまず前処理、電気は流れてません。でそれを乾かしてやると薄膜ができるんですけども、当然透明なのでパッと目で見ては分かりませんけども、電極がセルロースナノファイバーで覆われた状態になっています。でここに先ほどと同じように水をダラダラと垂らして電気をかけてやります。そうするとものの1分ぐらいでショートするんですけども、先ほど右から左に左から右に伸びていったものがないですよね。左側は水が電気分解して水素が出てるんですけど、なんか右側になんか防波堤みたいなものが出て茶色い銅っぽい色のものがあって、これ1時間経っても結局1時間経っても右と左がくっつかなかったんですね。短絡しなかった。でこれ偏光板というものを重ねてみるとセルロースナノファイバーが白く見えるんですけども、こうやって電気をかけていくと陽極の方に白く光っているのが分かると思います。塗ったセルロースナノファイバーがどんどん陽極に集まって、陽極から銅イオンが右から銅イオンが左に動かないように、もうあそこで銅イオンをがっちり止めてます。プロテクトしてます。あ、間違えた。よいしょ。でよいしょ、レーザーポインターでよし。で、メカニズムを図で表してそれを説明させていただきますと、何時まで25分、まず電極があって、ここにセルロースナノファイバーを塗って乾燥薄膜を作りますと。で電極の間にセルロースナノファイバーが山ほどありますと。でここでぼちゃっときて塗れますと。繰り返しになりますと、既存の技術はここで水が来ないようにプロテクトしますと。だけどセルロースナノファイバーは水が来ると、先ほど斉藤先生の話でありましたように防潤します、吸います。そうすると従来のデバイスの人はデバイスが壊れる、デバイスがやめろ、もうおしまいだって言うんですけど、そこからがセルロースナノファイバーの活躍のしどころで、先ほどからありますように防潤するんですね、ぐーっと。でこれはセルロースナノファイバーってずっとよく言ってるんですけど、特に店舗のようにマイナスにチャージしているものが良くてですね、でここで実験したのは店舗ナノファイバーなんですけども、マイナスにチャージしてますと、ぶわーっと膨らんで最終的というか、結局ここでプカプカ動き始めるんです。離脱し始めるんです。でマイナスにチャージしてるんです。でその時に電極に電圧が引火されてるんで、電気栄動でグーって動くんですね。で偏光板で白く見えたっていうのはここです。こんな風にセルロースナノファイバーが陽極の周りに集まりますと。でここからが、見せどころなんですけど、銅イオンがここから出てくるんですね。で出てくる銅イオンをセルロースナノファイバーがトラップするんですね。セルロースナノファイバーの銅イオン交換ねって思われるかもしれないんですけど、それだけじゃないんですよ。もしそれだったらセルロースナノファイバーの数によってマイグレーションはいつかここは突破されるんですね。だけどどうも24時間というとんでもない時間を保護し続けるのはセルロースナノファイバーによるトラッピングだけじゃどうもなさそうだと。何なんだろうと思ってる、今のところこうじゃないかなって思ってるのが、こちら側で水の電気分解がして OH マイナスが出てきて、ここにどんどん OH マイナスが来るんですね。そうするとここから、このゲルから銅イオンがセルロースナノファイバーがトラップしようとするので、どうにか逃げていって、どうにか外に出れるぞって思った瞬間に OH マイナスと出会ってしまい、ここで銅が酸化銅になると。
だから銅イオンにしてみれば、ここが発生したらセルロースナノファイバーにトラップされるわ、ゲルで異様に動きにくいわ、どうにか抜け出したと思ったら OH マイナスで酸化銅にさせられるわということで、24時間1日経ってもいつまで経ってもこちらにたどり着くことがない。だから、マイグレーション短絡が発生しないというメカニズムです。で、先ほど言ったように集まるっていうのはこんな感じです。これちょっとわざと大きく集めてるんですけど、最初にセルロースナノファイバーが濡れた状態こんなんですけども、ある程度時間が経つと、陽極状にたっぷりセルロースナノファイバーが集まっています。で、こんな風にセルロースナノファイバーが移動して集まるってことは、風刺剤が壊れてもセルロースナノファイバーは勝手に移動してくれるんですっていうメリットがあります。で、従来の技術の比較っていうのは、一番最初に言ったのはむき出しの場合です。濡れたらすぐ手術しますよって。で、これはさすがに怖すぎて誰もしてません。で、現在やられているのがポリマー系で、こういうふうに風刺しますよ、濡れないので大丈夫。セルロースナノファイバーは濡れても大丈夫で、次のステージを考えたときに、もし割れたらどうするんだ。割れないてか壊れないものって世の中には絶対ないんで、もし割れたらどうしますってなると、中に水が入ってショートするっていうのが従来の風刺技術だけど、セルロースナノファイバーは割れて中に入っても、いやこっちのセルロースナノファイバーがこっち側にゲルで集まって風刺するから大丈夫っていうことになります。それをデモンストレーションしたビデオがこちらになるんですけども、右側と左側、両方とも水中で撮影しています。水中に LED を光らせて、配線が、あるんですけども、こんな感じで、5個配線があって LED が光っています。右側は導電極の上にセルロースナノファイバーを塗って水中で光らせています。で、左側はポリマー系の風刺剤で塗って水中でも光らせています。ポリマー系の風刺剤は水が来ないんで水中でも LED が光ります。それをガッタンゴットンガッタンゴットンって何回も折り曲げをしていくと、10分折り曲げして15分折り曲げするっていうと、両方とも風刺剤は壊れます。セルロースナノファイバーだって壊れます。で、それで、15分ぐらい経つとポリマー系の風刺剤はこんな風に割れてショートして電気がつかなくなる。壊れました、ショートしましたっていう写真です、動画になってますね。こんな風にポリマー系で風刺剤絶対水が来ないようにしますっていう風にしてても、運が悪く風刺剤が破損してしまったら、そこはもうちょっと保証の範囲外ですよっていう形になるんですけども、セルロースナノファイバーの風刺剤の方は濡れても大丈夫だし、割れたところでセルロースナノファイバーが能動的に移動して保護してくれるんで大丈夫ですっていうような形になっておりますと。よいしょ。はい、このもう少し詳しい話が、これはいろいろ3つぐらい、動画がありまして、こっちはプレスリリースした記者会見で30分ぐらいで筆頭著者である春日さんが自分で説明してありますので、ここの動画が一番詳しく分かりやすくなると思います。はい、あと10分ですね。はい、まとめ、これから10分ゆっくりまとめをしたいと思うんですけども、今日の私の裏テーマはセルロースナノという私の YouTube チャンネルを宣伝するってことが裏テーマなんで、まだ時間があるんでたっぷり自慢 PR したいと思うんですけども、今日話さなかったのが、私個人的には非常に皆さんに伝えたいメッセージが2つありまして、まず1つ目は木は切るべきか切らないべきかって答えられますかって話です。大体これがよくありますね。地球環境を守りたいからエコ素材、木質系の素材で材料を作るんです、私はエコです、地球環境派です。でもそれと同時にっていうか、じゃあこの木ってどうやって入手したのっていうと、単純に切らないと無理なんですよね。で、地球環境派、同じく地球環境派の人で、地球温暖化を守るには森林は伐採してはならない。さあどうしますか。森林伐採しないでどうやって木を使うんだ。じゃあどうするのって、これでもし答えが分からなかったらぜひ見てください。でその答えが分かった人のもう少しマニアックバージョンなんですけど、今すぐ森林切らないとやばいですよっていう、日本のところでやばいですよっていう話があるんで、ぜひこれも見てください。
多分ここまで話ができたら相当マニアックな人だなって思われるんで、相当専門家っぽく顔になると思います。であともう一つは、これ今こちら会場にも来てくださっている富士市の方に2020年に、斉藤先生と私で対談したビデオを作ってもらったのをいただいたビデオがありまして、これももう1年以上前、2020年だから1年半ぐらい前のビデオになるんで、その時になんか将来を語るっていう話なんで、早く見てくださらないと5年後見たら全然未来じゃなくなってるんで、これもご時間があったらぜひ見てください。はい、そういうことでちゃんとまとめにいきますと、2008年ぐらいにこういう透明な紙っていうのを作りました。低熱膨張で、透明性が高くて、高強度高弾性だっていうのをやりまして、これでこれを基盤として電子デバイスを作ろうっていうことをいろいろやってました。そして、その頃は本当まだずっと基盤としてセルロースナノファイバーの基盤としてずっと研究をして、上に何を乗っけるかっていうことをずっと研究してました。それで、まだまだ部材だったんですけども、なんとかスイッチを入れると動作する、ペーパーデバイスとしては湿度センサーというものも作ることができました。それで、その後今さっきまで話してた、ずっとペーパーデバイスを作るというと、マイグレーションショートの問題があるんじゃないですかって言われてましたけども、セルロースナノファイバーを使うと電子回路は濡れてもショートしないということが分かりました。これはサーモグラフィーの絵なんですけども、セルロースナノファイバーをコートして水を垂らして、24時間経ってもショートしないんで発熱しないから真っ青ですよねっていう写真です。でこういうことは、風刺材でもできるんです、ポリマー系のものでもできるんですけども、割れたらこんな風にショートしますと。でこれショートしたら、これ赤いところは多分80、90度、100度ぐらいはいくんで、かなり危ないです。あれですね、パソコンが爆発するとかいうのも、あれ全部、ショートが原因なんで、発火の原因になるんで、そういうようなものをなかなか放置するっていうのはなかなかリスクがあるかなと。セルロースナノファイバーで封しとけば、雨に濡れても封止は、発熱はしませんよと。でこれずっと封止剤っていうふうに言ってたんですけども、基板に使った時も同じ効果があります。上に塗らなくても下に塗っててもマイグレーションを防止する効果があります。上か下どっちかにセルロースナノファイバーを塗っとけばマイグレーションは防止できますよと。でそういうふうにプラスチックを少ないものを使ってやると、野外放置すると、これ皆さんよくご存知だと思いますけども、ポリマはゴミになりますね、問題になりますねと。でナノセルロースだったら循環資源になりますよねというところで、それでナノセルロースを使えば濡れても割れても故障せずにゴミにならないデバイス、こんな風にこれは畑でこうセンシングしているイメージなんですけど、こういうようなこともできます。これでセンシングが終わって土の中に入っていくと、これよくいつほっといたら劣化するんですかって言われますけど、基本土の中に入ったら劣化が始まります。でじゃああとは成分解のスイッチングができますかっていうのは、ちょっと能動的には土の中に入らないっていうのをやるしかないです、現状では。はい、それでこういう感じで成分解性のデバイスっていうのができたら、最初に話しましたように森林とか畑とか交差点ごとでセンシングっていうようなことも、できるんじゃないかなっていうふうに思ってますと。はい、それでこうなると、止まらないエコ循環というような形になりまして、デバイス作って土になって成分解すると木になりますよと。そう土に埋めたら分解されて、数十年経ったら樹木になって、そして再びペーパーセンサーになるんじゃないですかっていうことになると思います。はい、最後に、まだ数分あるんで PR タイムにしますと、こういうような、キーワードで検索してくれるとこんなページがあると思います。暇を見つけて、作って2年ぐらいなんですけど、暇を見つけていろいろやってると結構な数がありまして、大体45本ぐらいあります。でほぼ基本英語版も作ってますけども、中には中国語とかいろいろあるんで5言語あって、で論文紹介が22本ざーっと、できるだけ最近発表した論文は全部30秒ぐらいの動画にはするようにしてます。でこんな昔の動画なんかも論文なんかもありまして、
で私自分が発表してない論文なんかも、例えば斉藤先生の店舗参加だとか、安倍先生がやったネバードライのセルロースナノファイバーの作り方だとか、興味があるのは暇があればどんどん動画アップをしております。でそこら辺が論文紹介が22本ありまして、豆知識の話が、こんな感じで、今すぐ森林伐採をとか、先ほど言った地球温暖化のために木を切る切らないっていうような動画があったりっていうようなのが12本ぐらい、セルロースナノファイバーどこにあるかって、それで個人的には誰が木を曲げたっていうのは、これは私が博士とか学生の時にやった研究テーマなんで個人的には好きなんですけど、こんな動画もあったりしてます。であとは、今日みたいな講演会してその動画を、もらえることができたら、講演動画なんかをこんな風にアップしてまして、今のところ5本ぐらいあります。あとはなんか PR 動画が、6本ぐらいあるというような感じです。はい、少し時間はありますけど、以上で発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。